おはようございます。昨日、12月30日の米国株式市場は、2025年の取引終了を目前に控え、薄商いの中で利益確定の売りが優勢となり、主要産指数が揃って小幅に下落しました。年初来で主要指数が揃って2桁の力強い伸びを記録する中、大口投資家の多くはすでにポジションをクローズしており、取引量は極めて限定的となっています。エネルギーや素材セクターが堅調さを見せる一方で、これまで市場を牽引してきたハイテク株や AI インフラ関連への期待で買われてきた一般消費財の一部には調整が入りました。市場の関心は、昨日公表された12月の FOMC 議事要旨に見る FRB 内部の慎重論や、トランプ大統領が改めて示したパウエル議長の解任についての発言。さらには中国とのハイテク競争や貿易摩擦の再燃といった2026年に向けたマクロリスクへと向き始めています。さて最初に、主要株価指数の動きについて見ていきます。ダウ平均株価は、前日比マイナス 0.2% で、終値は48,367ドル。S&P500 は、前日比マイナス 0.13% で、終値は6,896ポイントでした。なお、S&P500 は直近3日間で小幅な続落となっていますが、年間では 17% を超える大幅な上昇を維持しています。ナスダック総合指数は、前日比マイナス 0.24% で、終値は23,419ポイント。ハイテク株中心のナスダック100指数は、前日比マイナス 0.25% で、終値は25,462ポイントでした。また、ソックス指数は、前日比マイナス 0.13% で、終値は7,169ポイント。ラッセル2000は、他の主要指数に比べ、大きめの前日比マイナス 0.72% となり、終値は2,502ポイントでした。昨日のマーケットの動きを見ると、ニューヨーク証券取引所においては、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数をわずかに上回る結果となりました。一方で、ナスダックにおける騰落比率は、取引時間を通じて分単位で激しく変動し、最終的には値下がり銘柄が値上がり銘柄を約4対3の割合で上回る展開となりました。また、ラッセル1000バリュー指数がマイナス 0.18% であったのに対し、ラッセル1000グロース指数はマイナス 0.53% の下落となり、昨日はバリュー株に比べてグロース株への利益確定売りが強まったことが確認されています。次に米国債券の利回りですが、2年ものの国債利回りは前日比マイナス 0.43% で、終値は 3.45%。一方で、10年ものの国債利回りは前日比プラス 0.12% で、終値は 4.128% でした。昨日の債券市場では、年内の利下げがすでに3回実施されたことを背景に、短中期の利回りが落ち着きを見せる一方で、2026年の景気見通しや政府の財政方針を反映し、長期金利には小幅な上昇圧力がかかりました。年初来、国債利回りは全体として大きく低下してきましたが、これは FRB の政策転換を市場が織り込んできた結果です。次に為替について見ていきます。ドル円は円安ドル高が進み、156.3 円近辺で推移しています。主要6通貨に対するドルの強さを示すドル指数は、前日比プラス 0.15% の 105.74 でした。コモディティ市場では、金価格が前日比プラス 0.45% の 4,363 ドルとなり、特に注目すべきはシルバーの動きで、前日に5年ぶりの大幅下落を記録した反動から、昨日は一転して 11% の急反騰を見せ、2009年以来の力強い一日となりました。また銅についても2017年以来の長期的なラリーを継続しており、終値ベースでも上昇を見せています。なお、商品取引所の CME がボラティリティ抑制のため、銀などの金属先物におけるマージン、すなわち証拠金の要件を引き上げましたが、その具体的な引き上げ額は金先物1契約あたりで1500ドルとなっています。なお、この証拠金の引き上げは、年末の投機的な動きを抑制する狙いがあるとされています。そして WTI 原油価格は前日比マイナス 0.1% の 57.95 ドル。
ビットコイン価格は88,000ドル台を推移しています。次に、マーケットのセンチメントですが、ビックス指数は前日比プラス 0.9% の 13.43 でした。現在のビックス指数の水準を過去1ヶ月の推移と比較すると、平均値である20代半ばから大幅に低下しており、現在の市場が比較的安定した状態で2025年を締めくくろうとしていることがデータからも裏付けられています。また、フィアー&グリードインデックスは49となり、マーケットのセンチメントは中立の状態を示しています。このインデックスを詳しく見ると、プットコールレシオがやや警戒感を示しているものの、株価のモメンタムやジャンク債の需要といった各指標は依然として中立圏内にあり、市場参加者がリスクを慎重に見極めている状況が浮き彫りになっています。それでは、経済指標の発表内容やマーケットの反応を見ていきます。まず昨日は、12月の FOMC 議事要旨が公表されました。この議事要旨によれば、大部分の当局者が、インフレが想定通りのペースで時間とともに低下していけば、追加の利下げが適切になる、との見解で一致していることが示されています。12月の会合では、3会合連続となる 0.25 ポイントの利下げが9対3の賛成多数で決定され、フェデラルファンド金利の誘導目標レンジは 3.5% から 3.75% に設定されています。しかし、FRB 内部の一部では意見の隔たりが続いており、一部の当局者、具体的には12月会合で利下げに反対票を投じた3名のメンバーを中心としたタカ派寄りの当局者は、過度な緩和がインフレを再燃させるリスクを深刻に懸念し、当面の間は政策金利を現在の水準に据え置くべきだという慎重論を明確にしました。特に、12月の利下げ決定についても、極めて際どい判断だった、あるいは、据え置く判断も十分に支持し得た、とする意見が含まれており、FRB 内部での政策判断の難しさが浮き彫りになっています。また、議事要旨の中では、バランスシートの縮小、すなわち量的引き締め、QT についても言及があり、ほぼすべての参加者が、金融引き締め効果を維持するために、現在の保有証券の削減プロセスを継続することが適切であるとの認識を共有していることが確認されました。さらに、パウエル議長がインフレ懸念を和らげる姿勢を示しつつも、労働市場の縮小を示唆したことが議事要旨から読み取れるほか、2026年に向けた金利予測、いわゆるドットプロットではさらなる追加利下げの可能性が示唆されつつも、将来の不確実性に対する強い警戒感が示されています。またその他、FRB 関連の動きとして、最新の FRB の調査によれば、今後12ヶ月間で約2200億ドルの財務省証券の買い入れが行われると予測しており、当局による流動性供給の先行きに対する市場の期待と警戒が生まれています。次に、昨日発表された経済指標ですが、米国の個人消費の動向を最も早く捉える先行指標であり、消費者の購買意欲の現在の温度感を映し出す鏡とされるレッドブック週間小売売上高ですが、前年比でプラス 7.6% となり、前回のプラス 7.4% から加速しました。これは年末商戦が非常に底堅く推移していることを裏付けており、インフレ環境下にあっても米国の個人消費が依然として景気全体を強力に下支えし、ソフトランディングへの期待をつなぎ止めている様子が伺えます。その詳細を見ますと、全米の主要な大規模小売店、いわゆるチェーンストアの中でも、特にディスカウントストアが引き続き堅調な伸びを見せて消費を牽引している一方で、デパートメントストアの伸びは相対的に鈍く、消費者の低価格志向と厳しい選別意識が一段と強まっているという、現在の家計の切実な実態がデータに反映されています。また、製造業の景況感を示す12月のシカゴ購買部協会景気指数は 36.3 となりました。依然として活動拡大縮小の境界線である50を大幅に下回る水準が続いており、製造業におけるコスト増の影響と停滞感が鮮明になっています。指数の内訳を詳しく分析しますと、新規受注や生産、さらには受注残といった主要なサブ指数が軒並み悪化しており、特に雇用指数が低水準にとどまっていることは、中西部を中心とした製造業の雇用環境が引き続き厳しい状況にあることを示唆しています。ただし、市場の一部では、これらの数値が歴史的な低水準にあることから、
製造業がサイクルとしての底入れに近い局面にあるとの期待も混在しており、今後の回復の兆しを探る動きが続いています。合わせて、住宅市場に関連しては、30年固定の住宅ローン金利の週次推移が、数ベーシスポイントの極めて細かい波数の変動が続いており、住宅取得コストの高止まりが将来の住宅需要の動向を左右する重要な変数として、市場参加者から注視されています。続いて、政府の動きについて見ていきます。トランプ大統領は29日、滞在先のフロリダ州パームビーチにある邸宅、マール・ア・ラーゴにて、イスラエルのネタニヤフ首相と会談後に共同記者会見を行いました。この会見の中で、市場の最大の関心事である FRB 議長人事について言及し、次期議長候補として自身のお気に入りの候補者がすでに決まったことを明らかにしました。具体的な氏名は伏せられたものの、発表のタイミングについては、1月の5日になる見通しを示し、時間は十分にあり、急ぐつもりはない、と余裕を見せる一幕もありました。一方で、現職のパウエル議長に対しては彼は辞任すべきだと強い不満を表明したほか、直接解任したいという意向を示し、その法的政治的な可能性を改めて排除しない姿勢を示して市場に緊張感を与えています。では、注目されたニュースについて見ていきます。まず、メディア業界の再編に関する動きです。ワーナーブラザースディスカバリーは、パラマウントグローバルからの買収提案を来週にも拒否する方針であると報じられました。配信事業の競争激化の中で、独立した成長戦略を優先する姿勢が示されています。拒否の具体的な背景としては、パラマウントが抱える巨額の負債に対する懸念に加え、レガシーなケーブルテレビ資産の価値評価における大きな隔たり、さらには当局による規制承認のハードルが高いことなど、財務戦略的リスクが買収のメリットを上回ると判断したためとみられています。また、イーロン・マスク氏率いる XAI が開発しているデータセンターのコロッサスの拡張を計画していると報じられました。今回の拡張計画では、GPU の搭載数を現在の10万個から100万個規模へと一気に引き上げることを目指しており、その稼働には少なくとも1ギガワット規模の膨大な電力供給を確保するためのインフラ整備が必要になると予測されています。では次に、昨日の株価動向ですが、ヒートマップを見ると鮮やかな赤や緑がほとんどないという年末の薄商いの中で、マーケットの動きが全体的に小幅にとどまっていたことがわかります。その中でもエネルギーや素材セクターの強さは目立っており、一昨日に大きく下げたニューモントが昨日は 2% を超えて株価を戻しました。また、エクソンモービルやシェブロンがプラス圏で推移しており、中東情勢などの地政学的な緊張による原油価格の底堅さがセクターを押し上げました。その他、メタやインテル、オラクルやユナイテッドヘルスなども堅調に推移しました。一方で、パランティアやテスラが 1% を超える下落となっており、その他、ソフトウェアや半導体セクターを筆頭に、ディフェンシブセクターも含めて全体的に難聴な動きとなりました。では次に、主要銘柄の個別の株価動向について見ていきます。まず、メタプラットフォームズは昨日、AI エージェント技術のスタートアップであるマヌスを20億ドルを超えて買収すると発表しました。市場はこの買収を単なる技術獲得の枠を超え、自律的にタスクを遂行するエージェンティック AI 領域における同社の能力を抜本的に拡張し、既存の広告プラットフォームやメタバース事業との深いシナジーを加速させるための一手であると高く評価しました。これにより、メタの株価は 1.1% 上昇しました。またテスラはマイナス 1% 以上の下落となりましたが、その背景には消失した受注に関連する約8億ドルの資産損失に関する詳細が改めて報じられたことがあります。この巨額の資産損失は、第4四半期の車両引き渡し期限という重要な節目を前に、将来、収益性やマージンに対する不透明感を一気に強める形となりました。さらに、需要の減速や在庫調整に伴う追加コストへの懸念が投資家の心理的な重しとなり、テスラの株価を押し下げました。その他、パランティアが利益確定売りに押され、マイナス 1.81% と下落した他は、昨日の大型銘柄は、ほぼ横ばいといった株価推移となりました。
次に、個別の材料で株価が大きく動いたその他の銘柄を見ていきます。昨日の市場で最大の関心を集めたのは、デジタルエンゲージメントプラットフォームを展開する ON24 で、同業の C ベントによる買収合意が発表され、株価は 37.51% と急騰しました。これは SaaS 分野における業界再編の兆しとして注目されており、買収価格が直近の平均価格に対して大幅なプレミアムを乗せた水準であったことから、同社のプラットフォーム価値が再評価されました。続いて、FTAI アビエーションは 14.33% と大きく株価上昇しました。同社は航空機エンジンをデータセンター向けの電力タービンに転用する新部門の設立を発表しており、AI 普及に伴う深刻な電力不足という構造的問題に対し、いわゆるオールドエコノミー資産を最先端の AI インフラへと再定義する動きとして、マーケットに支持されました。その他、昨日はトランプ政権による宇宙開発の商業化加速への期待を背景に、宇宙関連銘柄が軒並み上昇しました。まず、レッドワイヤーが 13.57% の上昇となりました。同社は NASA や国防関連との大規模な宇宙インフラ構築に関する契約獲得による収益化への期待が追い風となっています。特に最近では、欧州宇宙機関の防衛ミッション向けに主要な衛星コンポーネントを供給する230万ドル規模の追加契約も発表されており、受注残高、いわゆるバックログの積み上がりが市場で高く評価されました。続いてバージン・ギャラクティック・ホールディングスが 4.6% の上昇。同社については、次世代宇宙船であるデルタ級の地上試験が順調に進展していることが伝えられ、2026年の商業飛行再開に向けた期待が買いを誘っています。モーメンタスもプラス 4.44% と上昇しました。軌道上輸送サービスであるビゴライドの運用成功に加え、国防総省との新たな研究開発契約の締結が材料視されました。また、AST スペースモバイルはプラス 4.34% と株価上昇。初の商業衛星であるブルーバードの打ち上げスケジュールが明確化されたことに加え、既存の通信キャリアとの提携強化による世界的なサービス展開のロードマップが、宇宙ベースのブロードバンド需要を先取りする形で交換されています。さらに、サイダススペースも 4% の上昇。同社の多目的衛星であるリジーサット1のミッション成功と、それに伴うデータ販売事業の開始が収益貢献への期待を高めています。その他、ロケットカンパニーズが 3.52%、イリジウムコミュニケーションズも 2.05% の上昇を記録しています。次に、電気自動車 EV セクターですが、こちらは中国勢と米国勢で明暗が分かれました。中国の X パングは、最新モデルの販売好調と欧州市場への展開加速が好感され、3.73% 上昇しました。ニオについても、独自のバッテリー交換ステーションのネットワーク拡大がインフラとしての優位性と評価され、3.18% の上昇を記録しました。対照的に、米国のリビアンは 5.13% の下落となりました。同社については、トランプ政権下での EV 購入税額控除の終了懸念というマクロ要因に加え、初期の支援者であるアマゾンなどの大口株主やインサイダーによる持ち分削減が伝えられており、将来的な流動性と資本コスト、及び成長性への強い警戒感が売りを加速させました。エネルギー、及びその他の注目セクターについても見ていきます。原子力エネルギー関連では、ナノニュークリアエナジーが 5.83% の下落となりました。同社は革新的な超小型原子炉の開発で注目を集めてきましたが、市場の関心が期待から実需へと移行する中で、商業化までの長いタイムラインや、規制当局による承認プロセスの不確実性が改めて意識され、年末の利益確定売りに押される形となりました。このほか、資源関連の MP マテリアルズが 2.89%、クリーンエネルギーのエンフェーズエナジーが 2.83% の下落となりました。また、ストレージのウェスタンデジタルも 2.05%、次世代電池のクアンタムスケープも 2.12% の下落となるなど、幅広いセクターで年末のポジション調整に伴う資金流出が確認されました。暗号資産マイニングセクターでは、ビットコイン価格が一時8万7000ドル台まで調整した影響を直接受け、ライオットプラットフォームズが 3.86% 下落、サイファーマイニングが 3.25% 下落しました。
また、トランプメディア&テクノロジーグループも5つの ETF 上場という好材料があったものの、利益確定売りに押され 4.51% の下落となりました。JP モルガンなどの大手証券会社は、ビットコイン価格の伸び悩みと、マイニング競争の激化による採掘難易度の上昇を理由に、マイニング関連株の目標株価を引き下げており、特にライオットは、マイニング事業から AI データセンター事業への転換、いわゆるピボットを進めていますが、そのための膨大な設備投資負担や、転換期における収益の不安定さが嫌気されています。また、バッテリー熱管理技術を持つクールテクノロジーグループは 3.65% 下落しました。同社は本来バッテリー技術の企業ですが、余剰資金の 90% をビットコイン投資に回すという大胆な財務戦略を採用しており、株価がビットコイン価格に強く連動しています。本日はその急騰に対する利益確定売りに加え、ビットコイン価格の下落が重なり、売り優勢となりました。その他、個別の材料で上昇した銘柄としては、アンダーアーマーが 8.7%、スマートグラスのビュージックスが 8.59%、AI インフラのフェルミが 7.71% とそれぞれ大幅に上昇しています。それでは、セクター別のパフォーマンスを見ていきます。昨日の市場で最もパフォーマンスが良かったのはエネルギーで、プラス 0.85% の上昇となりました。中東情勢の地政学的緊張を背景とした原油価格の下支えが要因です。続いて通信サービスがプラス 0.37%、素材がプラス 0.3% の上昇でした。特に素材は中央銀行による継続的な金の買い増しデータを背景に、資源需要の強さが改めて評価されています。また、金利の先安感から公共事業もプラス 0.29%、不動産もプラス 0.22% と、ディフェンシブな資金が流入して堅調に推移しました。一方で、最も難聴だったのは一般消費財で、マイナス 0.36% の下落となりました。これはテスラの下落が牽引したほか、年末商戦のデータが一部で市場予想を下回ったことへの懸念が広がったことが要因です。次いで資本財がマイナス 0.32%、情報テクノロジーがマイナス 0.17%、金融がマイナス 0.14% の下落となりました。年初来からのトレンドを見ると、素材や通信サービスが 30% を超える驚異的な伸びを見せる一方で、不動産は金利環境の影響を受けやすく、マイナス圏に沈むという極端な二極化が浮き彫りになっています。では、市場の FRB の利下げ観測について見ていきます。2026年1月の会合では、現状維持とする見方が 85.1% と大勢を占めています。一方、3月の会合では現状維持が 48.3%、25ベーシスポイントの利下げを見込む声が 45.2% と拮抗しており、春先以降の緩和継続については市場の意見が分かれています。注目すべきは4月の会合で、1回の利下げを見込む確率が 46% まで上昇し、現状維持の 36.3% を上回りました。これは、最近のインフレ指標が安定的に推移していることを背景に、春先には追加緩和が必要になるとの市場の確信が強まっていることを示しています。また、来年12月の年末時点での利下げ回数予測については、市場の見通しが大きく分散しており、3回の利下げを予想する割合が 19% で最多となっているものの、2回や4回を見込む声も拮抗しており、長期的な政策パスに対する不透明感が鮮明になっています。では、主な経済指標の予定について見ていきます。水曜日には、雇用市場の先行指標となる失業保険申請件数やシカゴ購買部協会景気指数が発表されます。木曜日はニューイヤーのため、米国市場は祝日による終日休場となります。金曜日には、製造業の景況感を測る12月の製造業購買管理者指数や11月の建設支出が公表される予定です。それでは、まとめに入りたいと思います。2025年の取引も残すところあとわずか1日となりましたが、昨日の市場は、堅調な個人消費のデータと FRB 内部の慎重姿勢、及びトランプ大統領による中央銀行への直接的な圧力という相反する材料が複雑に交錯する形となりました。
米国の経済指標は依然としてインフレの粘着性と景気減速の兆候を同時に示しており、FRB は利下げのタイミングについて非常に難しい舵取りを迫られています。年末の相場としては、全体として利益確定売りが優勢でしたが、明確なテーマを持つ銘柄への買い意欲は失われていません。年始めとなる今週後半の経済指標が新年最初の相場を占う手がかりを少しでも提供することになりそうです。以上、昨日12月30日の米国株式市場の動きと今後の見通しについてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いします。